ありがとうございます。僕がしまさせていただきました。ありがとうございます。はい。はい。では、改めまして、分科会2にお越しくださり、続々と増えてくださり、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。はい。ご指摘ありがとうございました。チャットのコメント欄にも、随時ですね、コメントや質問などあれば書いていただけたらと思ってます。はい。この分科会では、先民地域である森を取り戻すにはというテーマで、ローカリゼーションと森づくりっていうことを、一つのテーマにしてます。で、やっぱりそのローカルっていうことの価値の中に、やっぱりその土地固有の自然環境であったり、森であったり、森を通した生態系であったり、そういうものを具体的に取り戻していったり、自分たちで、なんだろう、活用していったりというか、つながっていったりっていうようなところがあると思っていて、それを具体的な各地での実践の取り組みをお伝えしながら、よりこうイメージを膨らましていただき、さらにそれをこれからのこのローカリゼーションの大きな流れに、こう、なんて言いますか、参考にというか、一つのまた新しい森を取り戻そうという動きを作り出せたらなと思ってます。そういうきっかけに今回の分科会がなればいいなと思っています。はい。では、最初にいいですかね。大体、はい、入ってくださったかなと思いますので、早速入らせていただきます。最初にもお伝えしたんですけど、適宜ですね、コメントや質問などありましたら、チャットのところに書いていただけましたら、後半で、それを、紹介させていただく時間も取りたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい。それでは、最初に、天野博さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本の水俣で、山の中に住んでおります。お茶を作ってるんですけど、天野と言います。よろしくお願いします。ちょっとですね、スライドでまとめましたので、ちょっとご覧いただきながらお話をさせていただけたらと思います。ちょっと共有させていただきます。共有きましたでしょうか。はい、できてます。大丈夫でしょうか。はい。はい。私がですね、昨年から、新しい取り組みで、森と種とお茶っていうテーマで活動を始めました。私が住んでる町は熊本の、水俣というところで、源流からですね、海までが大体20キロで、水源の森から海まで一つの流域でできている町ということで、自然循環をですね、水を中心に見るとすごく分かりやすい地域です。で、その地域で、その取り組みをやろうということで、今日はですね、森の多様な関係性が育むものということで、私の町は流域生態系の町ということで、あとは共に生きたりとか、力を助け合って生きるみたいなのが、今もしっかり根付いている町なので、それを森と種とお茶というのからを切り口にですね、ちょっと再編集をしているという取り組みをご紹介させていただきたいと思います。森もですけど、人が暮らす上でやっぱとても重要になるのが、やっぱ土の良し悪しというか、土がどれだけ、豊かで多様で、っていうのが大事かなと。で、その土のやっぱりキーワードになるのは、やっぱり水の循環が一番大事かなと思います。私がいるところはですね、標高が500から600メーターぐらいの場所で、お茶作りを中心にこうやってやっています。で、春にみんなで伸ばしっぱなしの茶園をですね、お茶摘みした風景です。で、あと自然と触れる場ということで、ツリーハウスを作ったり、できるだけですね、自然の中に溶け込んで、楽しめる場というのも意識してやっているところです。で、私が住んでいる町は水俣です。水俣は
もう今65年以上前に、水俣病という公害病が、公式に確認された町ということで、自然の中に、普段ありえないような科学的なものが投下された場合、どういうことが起きるのかっていうのが、人体にもですね、とてつもない影響を及ぼしたり、またはその自然生態系含めて痛烈に起きたところです。でその町が、今人口2万ちょっとの町ですけど、もう亡くなってしまっただろうっていう人も、海外の人はいるんですけど、今まだ2万ちょっとの人がですね、住んで、今も町ということで成り立っている。で、亡くなってもおかしくないような出来事だったんですけど、残ったっていう、でそこの、町がですね、何をこう中心にやったのか、でやっぱりその自然の再生と、やっぱりそこからもう一回学び直すみたいなのを始めました。でその中で特に重要視したのが、まず水の循環、水の巡りをどうやって健康にしていこうかという話を進めました。で大きな水の話はちょっと難しいんですけど、まず自宅、自分の飲んでる水がどこから来て、どこに行ってるんだろうっていう、その問いからですね、始めようということで、農家とか、それぞれがですね、自分の水源がどこなんだろうとか、その水源の山はどうなってるんだろうとか、そういう取り組みを始めました。で自分のところもですけど、集落、地域に広げたらどうなんだろうと。で広げたら山から海までがつながっていてと。で調べていくと、やっぱり一つの川の流域でっていうので、ここの川の流域で全部つながってる町っていうので、見ていくと、みんな同じことを考えられるんじゃないかということで、スタートして再生してきました。でその中でとても、そのつながりをはっきり見せるものとして、この水俣の山から海に流れ込む川をですね、海の部分を、木でいうと根っこが生えているところ、大地と根が生えている部分と見立ててですね、その河口から源流域までを全部こう地図に落とすとですね、毛細血管のようなのまで入れると、一本の木のように見えるっていう。でこれで、水俣の海の再生というのはあまりにも大きな話ですけれども、なんか自分が住んでいる地域の毛細血管とか枝葉の循環とか活性化とか健康にするとか、それをやるとできるんじゃないかということで始めたところです。私の家はこの川の木の一番上の真ん中のですね、ちょっとくぼんだところのちょっと上の方が私の家なんですけど、私はそこの源流部の枝葉のところをしっかりやれば、結果それがつながって実まで、根っこまで生きるのではないかということで進めています。で私も水俣の海っていうのがとてもやっぱりダメージを受けて、何かできないかなというふうにずっと考えてたんですけど、今まではお茶を作って、農業者として海を汚さないとかですね、海が健康になるようなっていうのでやってきたんですけれど、もっとダイナミックな取り組みが必要だなと。で今日も藤岡さんいらっしゃってますけど、宮崎は非常に山が豊かで、とても素晴らしいところで、水俣も地域の再生のヒントを宮崎の綾町の所要樹林の森に教えていただいて、それがヒントでですね、水俣も自然再生みたいなのをやりたいっていうふうに進んでいる練習があります。その中で、やっぱり九州の南部は特に所要樹林帯、テカテカした葉っぱの所要樹林帯が非常に豊かなところなので、そういうもともとある所要樹林帯の森を構築してはどうだろうということで、それまでは茶業っていうので忙しくやってたんですけれど、もうさすがに世の中もこんなに大きく変化してしまい、さっきオープニングで話がありましたけども、普通が普通じゃなかったんだっていう話で、新しい世界を作る時に来たなと。でいろんな人と話をしていると、やっぱり森の話はすごく皆さん言ってらっしゃるし、実際取り組んでいるので、水俣は川の木っていう木で考えた時のっていうのをすると、やっぱ山の方で森づくりが始まると海に直結するっていう、本当に非常に分かりやすいので、森を作ろうということで始めました。で森は簡単に言うと、こういうふうに森の構造っていうのが作られていて、非常にいろんな存在が森の中にいるっていうのが、森の素晴らしさで、これが多様であるほど複雑であるほどで、それぞれが関係し合って、その関係が豊かであるほどいいっていう。でこれ森を通してですけど、人の世界も同じで、
人の世界とか、すべての生き物の世界が多分共通の話で、こういう世界を、森の中とか、私たち人々が暮らす人々の暮らしの中とか、入れていくといいだろうなというふうに取り組んでいるところです。で特に私たちというか、私が今取り組んでいるのは、地域にある木の実を拾ってですね、それを発芽をさせて、でその発芽した種を山に返すということをやっています。今こういうふうに発芽させてるんですけど、今15種類ぐらい、木の実を集めて発芽させています。これ分かりやすいので、クヌギとかですね、アラカシとか、ウラジバシとかですけど、育てています。でこれが今、私の集落にある、唯一地域で残っている自然林です。そんなに大木はないですが、真ん中の三つ股になったものはですね、もともと一本の木だったんですけど、昭和の3、40年ぐらいはですね、燃料として薪で使ったっていうことで、これは樫の木ですけど、非常に日持ちがいいので、伐採をして、伐採をした木がこうやって三つ股とか四つ股になるっていう、こういうふうにして森を使いながらやっていたっていう跡が残っている場所です。で今この森を中心に食事をしたり、もっと多様なですね木を植えるっていうのをやっています。でその森がやっぱり水をやっぱり非常によく蓄えてくれる森になってるなというふうに思います。であと右の木はですね九州の中でもどんぐりって言ったらやっぱりいっぱい種類があるんですけど、20種類ぐらいありますけど、その中でもやっぱり限られた場所でしか育たないどんぐりとか、環境が変化してしまってですね、やっぱ生育が難しくなったどんぐりとかもあります。これは花ががしって言って、宮崎の方にたくさんありますけど、でも一部しかないですけど、これ昨年集めた花ががしが発芽してくれまして、これ地域によっては天然記念物扱いになっているどんぐりです。このどんぐりを発芽させて、もともと熊本にもたくさんあったんですけど、熊本ではもう絶滅したというふうに言われている、どんぐりです。これを今発芽させて、花ががしの、群生林を作ろうとかいうのも始めています。であとは私ももともとお茶をやってきたので、お茶を通してっていうのを一つやりたいなと。でお茶はどっちかといえば販売して売っていくというよりもですね、お茶を飲み、組み交わす場みたいなのをどんどん作っていきたいなと。森の中で楽しもうとか、いろんな世代が楽しむ場みたいなのを調通してやりたいと。であとは土地の素材、森とかですね、あと森の周辺にはやっぱり素材がたくさんあるので、こういった素材もそういうお茶の場とかで楽しみながらで、そうやって親しむ場をですね、専門的な親しみの場と、本当に入りやすい、ちっちゃい子どもでも入ってくれるような場みたいなのも作ろうということでやっています。これ、お茶の材料で、お茶にするんですか、この。さっきのはお茶にしますね。ブレンドしたお茶を作ったり、ワークショップでやるんですけどね、来た人たちで土地のものを乾燥したものをブレンドして、自分のマイフレーバーティーを作ろうみたいなのをやったりとかしています。であと私の町がやっぱり九州の特に南部地域っていうのは気候が温暖で、非常に木の生育がいいということで、杉ヒノキの、材の産地になっています。で水俣も、山のですね、ほぼ 90% ぐらいは植林で杉ヒノキの山になっています。で最近はもう林業家の人が山ごと買ってですね、その後、また杉ヒノキを植えてっていうので一応やってらっしゃいますけど、ちょっと前まではもう山の伐採だけして、土地の所有者があとはどうするか決めるみたいな状態がありました。でここは私が今お茶をやっているところのちょっと奥で、私が今借りている場所なんですと、ここは持ち主さんが高齢でですね、木は切って売れたんですけど、その後植樹するまでの体力と労力がないということで、もうそのままになっている山です。で今ここをですねちょっとモデルの場所にしようということで、ここにもともとあった木とですね、さっきの花ががしみたいなものとか少しずつ植えていこうというふうにやっているところです。あと一応私の活動はこんな感じで、未生の森を作ろうというのがテーマで、未生の森は、月のリズムでやりたいなと
で、月のリズムは何が一番いいかっていうと、芽をよく伸ばすとかいろいろ言いますけど、基本は水を、山に入ってる水とかをですね、上に吸い上げたり、下に押さえたりみたいなので、水の動きを促進するので、タイミングが合えばですね、それが結局、苗を植えたときに、水分が豊富なときは活着がしやすいとか、いろいろそういう条件でですね、なりやすいので、特に満月の日とかは活着がしやすいっていうふうに森の人も言うので、満月の日に山に帰そうっていうのを基本的にやっています。で本当は時期がですね、あるんですけど、取り組みとして毎月1本でも植えていこうということでやっています。また種の採集もやっています。未生の苗を作るので、地域にある植物の種を集めては発芽させて植えるというのもやっています。であとはやっぱり取り入れて楽しまなければですね、なかなか広がらないので、いろんな人に声をかけながら、いろんな世代といろんなポジションの人と一緒に食べたり、お茶を飲んだりしながら楽しみながら知っていこうというふうにやっています。こんな感じでいろんな人とやっています。満月の日にご飯を食べて夜木を植えようとかですね、いろいろやっています。で種もこんな感じで集めながら、朝市の、種もやったりとかしてますので、種の交換会とかですね、そういったのも地元の小さなマーケットでやったりということで活動しているところです。一応、私のとりあえず最初の報告を以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。とても共感しながら聞いておりました。ありがとうございます。では、後半ちょっといろいろ話せたらと思うんですが、早速2人目のゲストの藤岡亜美さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宮崎の、最南端の串間市というところで、野生の猿がいる島で、幸島っていうハッピーアイランドって書くんですけど、その幸島の近くに、住んでいて、もうここは隠れ里と呼ばれていて、本当に三方森に山に囲まれて、海にしか面してないって言われてるようなところなんですけど、ここで、馬を飼ったりとか、あと蜂を養蜂したりとか、あと野菜はもうほとんど自給したりとか、米も自給できてないんですけど、とりあえず田植えをしたりとか、で、あと山森とつながったりとか、もう海も多分、サンゴとか海っていうことは、海も森って考えていいと思うんですけど、地域の、自然と子どもたちとつながりながら暮らすっていうことをやっています。私はでも東京出身東京の下町でおみこしとか担いでたので、もともとローカルって言われると、ローカルのなんかみんなに案内するものがないなって若い時にすごく思って、で、南米のエクアドルと仕事はしていて、フェアトレードの授業をずっと17年間やってきたので、そこの本当の地域に根ざした森の人たちに影響を受けるっていうところから、なんか自分の暮らす場所というのを考えてきました。で、なのでそこからちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけど、画面、共有できてますかこれ。あれできてない？できてます。できてますか？じゃあ、それで、今のスライドからってやればいいんですよね。あれスライドショー、現在のスライドから、OK ですか？できてますか？なんか変なところからになってる。やばい。ちょっと待ってくださいね。これです。いきます。聞こえますか？はい、大丈夫です。で、こんなところです。本当に、自然が豊かで海と森の間にあるんですけど、そこで、こんな風な暮らしをしています。で、そこの名前は森と海の間の湯治場と名付けていて、うちの旦那が、都市農村交流の湯治場っていう NPO を、ずっと昔から主催していまして、それで、空いている、有給高地に、若い人たちを連れて行って大豆の種をまいて味噌作りをしたりとか、そういう活動をやってきて、で、それは都会の方で主にやってたんですけど、田舎に引っ越した時にそういう名前をつけました。で、あと仕事としてはもう半農半フェアトレードだと思うんですけど、フェアトレードで南米のエクアドルのローカルの人たち、森を守る人たちとつながって、ずっと17年間ワーカーズコープとか、コミュニティとかを支援してきたので、その中で、森を守ってる人たちに会ってきたんですね。で、それで主に、その地域の有機農産物を加工して作るチョコレート作りとか、そこの森にしかない素材を使って、それを自然染色して、
バッグにしたような、雑貨とかを、主に百貨店とか、その生協さんとか、そういうところで販売するっていうことをずっとやってきました。で、その中で一番すごく自分が影響を受けた2人の人がいて、で、同世代なんですけど、1人が、コーヒー生産者のエドムンド君っていう、自分の、森に鉱山開発が今も計画されてるんですが、その森を、エコツアーでヨーロッパの人とか日本の人とかが見れるように、どんどん歩いていく道を切り開いて、で、すごい美しい滝を見つけたりとか、あと水筒に川の水を汲んで、あとレモンをギュッて森から絞って、それからあと自分が工房で作ってるサトウキビ栽培して無農薬で作ってるんですけど、そのサトウキビのかけらを入れて、水筒をカランコロンカランって歩いて、彼の後をついて歩いていくと、上に行くとレモネードになってるみたいな、そういう風景を見せてくれる人がいて、その人がコーヒーを栽培しながら、すごい気持ちいい環境で栽培しながら、オーガニックの農業をやって森を守って、鉱山開発とか環境破壊を退けるっていうことをやってたのと、あとノルマっていう、これは女の子なんですけど、やっぱり同世代の友達が、サイザルアーさんのさっきのバッグみたいなものを森の中をいろいろ歩き回りながら、染料を見つけて、で、アルミの鍋で煮たり、ブリキの鍋で煮たりすると違う色が出るっていうのを仲間たちと仲良く話し合いながら、コミュニティで仕事にして、で、それを商品作りに生かして、でもなんか一番楽しそうなのが、なんかそれを作ってる時も子供たちが周りに遊んでて、このようないい環境で子供たちを遊ばせながら仕事ができるのが一番幸せって言って、みんな自分の子供だけじゃなくてコミュニティで子育てをするっていうことがすごい幸せそうで、で、それのようなことが負けたなと、その彼らに会った時に思って、私もそういうことがしたいなって思いながらずっとフェアトレードの仕事をしてきたんですけど、10年前にやっと宮崎の南に住むことができまして、で、コミュニティの中でそういう暮らしとか仕事作りっていうのを考え始めました。で、その時に、森林農法っていう考え方に出会って、それは森の中にとか森みたいな環境にいろんな換金作物になる作物も植えるけど、暮らしの中でも使えるいろんなものを一緒に植えたりとか、薬になるものとか、あと建材になるものとか、いろんなものが森が豊かになっているっていう生き方で、で、プラスそこで現金ももちろん稼ぐんだけど、もう一本の軸足は自給自足において、周りの人たちとその森を管理するっていうのがすごく憧れて、で、エクアドルだけじゃなくて、台湾の、少数民族の人たちの村とかに自分たちで家族で出ていて、そことつながってフェアトレードっていうのを進めていってるんですけど、で、その中で、今この宮崎はすごく林業が盛んなので、さっき天野さんおっしゃってたみたいに、商用樹林文化が背景にはあるんですけど、でも、結構杉山なんです、うちの周りは。で、そこを、なんかちょっとずつ杉を間伐しながら、蜂の巣箱を置いたり、蜂の、養蜂、日本ミツバチの養蜂をして、巣箱を置いたりとか、それからその蜜源になるような木、アーモンドとか、桑の木とか、いろんな木を植えたりとか、あと自分たちが食べれるものがやっぱり大好きなので、さっき、みんなの会の中でも出てきたようなフードフォレストを作ったりとか、という形でやっています。で、まずはその荒れてた有給高地を開墾するところから始めて、その開墾した、田んぼとか大豆畑とかの奥に森があるので、そこを整えていって間伐するっていう形になっていて、で、それまでは、なんか、やっぱり森が近くにあっても、エクアドルの人たちみたいに私たちはあんまり森に入って遊ぶっていうことがなかったんですけど、なんかそういういろんなことをし始めたら、なんか、あそこに黒文字の木があるからお茶になるねとか、あそこはなんか山椒があるねとか、そういう感じで、ちょっとずつ入ったりとか、子供たちが登って、木に登って、めっちゃうちの子供とか、一番上の娘が中3でいまだに木登りをいっぱいしてるんですけど、そんな風に子供たちも森で遊ぶのが好きになっていきました。で、そこでみんなで大豆の種をまいて、大豆を育てて、それを味噌仕込み、来週もこんな夏なのにまたやるんですけど、したりとか、あと、それには、
馬が今ちょっと出てきたんですけど、うち与那国馬を飼っていて、頼田勝彦さんというホースセラピーの先生にコミュニティでみんなで迎えて、で、頼田さんに馬との暮らしのあり方を学んで、で、それで馬が草を食べてくれたりとかして、その助走にもなるし、開墾にもちょっと馬の作った道が役立ったりとかするし、それでデザインするとまたちょっとパーマカルチャーで人間がデザインするとは違くなったりとか、それを対比にして馬の馬糞をすごいいい堆肥なので、それを使って野菜を作るとすごい野菜の育ちも大きくて、それをみんなで馬糞はコミュニティのみんなで使いたい人は有機農業とか、まあ家庭菜園をやってる人たちは取りに来ていいよって言って取りに来てもらって、みんなも野菜を育てたりとかっていうような形で野菜を育てたりとかしています。で、あとやっぱり木の育ちがすごく早いので、いろんな木を植えたらすごいいろいろ取れて、バナナとかイチジクとか、あとバンジローっていうガバとかヒューガナッツとか、そういったものを収穫してエッセンシャルオイルにしたりとか、アイスにしたりとか、あといろんな葉っぱとかもこういう木の葉っぱをお茶にしたりとか、いろいろやっています。で、その中ですごいやっぱり面白いのが日本ミツバチってすごく面白くて、日本ミツバチだけは半径2キロのいろんな種類の野の花とかから蜜を集めるので、子どもたちと散歩してるようなスイカズラとかツワブキとか、すごく薬効成分もあって香りの高いものの蜜が集まるので、暮らしの中でもとても重宝するし、いろんな人がすごい喜んでもらえる蜜を取ることができたりとかするし、しかも農薬に弱いので、この周りがだんだんこれから今はやっぱり観光農業もすごく行われてるんですけど、無農薬の文化になっていったらいいなっていうのを、蜂の目を通して、蜂が元気に暮らしているためには花の種をいっぱいまかなきゃいけないし、農薬がいらない風にしていきたいのでっていうのが分かるので、蜂とつながってたり馬とつながったりするとまた違う世界の見え方がして面白いです。で、その中で例えば蜂から蜜蝋が蜂蜜だけじゃなくて蜜蝋が取れるんですけど、その蜜蝋を使ってこの蜜蝋を都会に持って行って、で東京でワークショップ、光栄とかあとパルシステムとかでやらせてもらったりとかしてるんですけど、プラスチックフリーな、やっぱり海にいっぱい流れ着くんですね、うちの集落とか海の近くに。で、みんなで友達のゆいちゃんっていう子がすごいリーダーになって、そのプラスチックゴミを拾ってもまた台風の旅に流れ着くんですけど、そういうなんかできないかなっていうことで、こういうプラスチックフリーな暮らしのための蜜蝋エコラップを都会で広めたりとかというようなことも手作りで、自分たちが森から取れるものから作れるので面白いなと思って作るのをみんなに教えたりとかしてます。で、そんな感じでエクアドルの人たちから学んだ暮らしの一つが、その鉱山開発を退けることができたのが、もちろん森に寄り添って暮らしてたっていうのもあるんですけど、友さん友達が作ったものを友達でこうやって回していく、お金を使わないで作物を回して、それでいかに豊かにできるかみたいな工夫っていうのが村の中にはすごくあったのが面白くて、それを私たちも目指したくて、友達のできた魚で美味しいご飯作ったりとか、あとなんかうちの取れた卵を友達にお裾分けしたりとか、あと午前中サップってスタンドアップパドルで連れてった子どもたちが午後梅の実を持ってきてくれたりとか、なんかそういうようなつながりっていうことの中で食卓を作っていくってことをみんなでやっていけたらなと思っています。で、そのためにも結構このコミュニティホースっていうか馬のつながりとかすごいよくて、いろんな子どもたちがお世話をしてみんなで乗ったりとか、あとその馬糞が使えたりとか、それを迎えるときにおじいさんとかおばあさんとか、みんないろんな人たちが、コミュニティの人たちがつながっていったりとか、一つのきっかけになったりしています。で、その山の森の方の話なんですけど、この地域の杉は帯杉というんですけど、こういうもちろん薪ストーブとかに使ったりとか、あとこういう
煮炊きに使ったりとかもできるんですけど、鹿児島大学の大学生の建築学科の子たちと一緒にそれで作れるものを何かデザインしようっていうことを言って、それで一緒にコンペをして、で山から伐採をして、でそれで現場製材アラスカンっていう機械でチェーンソーを使って、その運び出すんじゃなくて現場で製材するっていう形で、こういう家のテーブルを作ったりとか、あと右下は子どもたちと一緒に海の子ども会っていうのをやってるんですけど、その中で波に乗る道具、ハンドプレーンっていうこの木で自分たちで子どもが削って波に乗る道具を作ったり、そしてなんと栗船まで去年ちょっと方まで作ったんですけど、作ってしまいました。で、これは高橋すばるくんっていう冒険家で、うちの近くに引っ越して、もうちょっとでもう夏休みに多分やっと引っ越してくるんですけど、その子がリーダーになって一緒に栗船を作って麹島を一周するというような、昔のコミュニティの人たちがローカルにやっていたような森とのつながりをこの地域でも一緒にやったりできました。で、こんな風な形で村みんなで子育てをするっていうようなことをやっています。はい。なので、私すごい天野さんの実を拾って森に植えていくっていうこととかを、これからそういうふうに具体的に森をもっと作っていきたいと思うんですけど、はい。後半もっとそういうこともお聞きしたいと思います。うちの取り組みはこんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あれ、共有停止？共有を停止していて、はい、ありがとうございます。はい。では、最後私からも、少しお話しさせていただきます。これですね。よいしょ。ちょっと待ってください。いろいろ見えちゃってる。はい、これ分科会の紹介なんですが、ローカリゼーションで分科会で、生命地域としての森というのをテーマに、自己紹介はちょっともう時間がないので割愛させていただくんですが、僕も10年前、11年前に東京から糸島に移住しました。で、移住した最初にですね、ビジョンとして、なんかその、エコビレッジとかすごく関心が高かったんですけど、僕も。でもなんかこう、エコビレッジ作ってしまうと、こう、閉じてしまうようなイメージがあったり、あとトランジションタウンの活動も東京でもちょっと関わってたんですけど、やっぱりこうトランジションタウンってこう言ってしまうとこう、そこに興味のある人は集まるけど、そうでない人は参加しにくいみたいなところも課題として見えていたので、糸島全体を目に見えないエコビレッジにしようっていうのをビジョンとして持って、もう本当に半島全体がエコビレッジでもうトランジションタウンって言わずにいつの間にかトランジションする、それで脱原発だったり脱依存だったりってことなんですけど、次の世界にいつの間にか全体でトランジションしてしまう、次の世界に行ってしまうっていうことを目指そうというのをテーマにしました。でその時にエコビレッジってなった時に、エコビレッジってただそのエコに関心のある人が住んでる村っていうことじゃなくて循環する村だと思うんですけど、その糸島全体を循環するっていうことを考えた時の一つの核となるのが森だなと思っていましたので、森から始まるコミュニティ作りというのに、今も現在進行形で取り組んでます。で本当に天野さんの伝えてくださったこととも本当に共感して僕もいるんですけど、糸島半島こんな感じの感じなんですね。これ竜の横顔と言われるような、これが糸島半島で、南のこの点線境なんですけど、ここにですね、森が集中していまして、でここから川を通して半島に水が流れていくという、そういう地形になっているんです。なのでこの森の手入れをすると、もう半島全体に、町全体にいい影響を与えられるというのが僕も思ってまして、今この赤い点をつけているところが僕たちで管理をしてたり所有してたりする森です。はい、ちょっとこの後もう一回そこは。でこういう絵を描いたりとかもしてるんですけど、やっぱり本当に山から川を通じて水が循環していくというところが一つの核になるかなと思ってます。で、その生命地域っていうことは川の流域っていうものを大事にしようっていうことだと思うんですけど、生物多様性であったり生命の多様性であったり文化の多様性で、そういうものが
その地域固有の、そこにある水があるから、そういう守りを通じて、そこにある微生物を通じて、ミネラルを通じて、川に流れていって、干潟に固有の生き物が住んでいたりとか、そういう域内でこう循環していくっていう、そういう独自的な固有的なものをどれだけ残していけるかっていうところがローカリゼーションのテーマなのかなと思ってます。でここはちょっともう今日は割愛するんですけど、とはいえそのエコシステムの循環システムの核となる森にもさまざまな問題が今歴してる以外にもさまざまあると思うんですけど、こういうさまざまな問題があって、今日は一つ一つはお伝えしないんですが、なので、その一つ一つをこう再生していく、一つ一つの課題を解決していくというのが、環境を再生すると、具体的に再生していくということかなと思ってます。で、持続可能な暮らしっていうのは、1年間で自然から取れるもので生きていく、地球で手に入る資源の範囲で回していくっていうことだと思ってるんですけど、今それを生み出す森自体がどんどん枯渇していってしまっているので、結果としてそこから生み出されるもの自体が減っていってしまっているような状況で、この状態で手に入れるものだけで暮らそうとするとすごく貧しくなってしまうんですけど、なので、その大元である森自体を豊かにしていくということが持続可能な暮らしにおいては欠かせないところかなと思ってます。これもちょっと今日は割愛して、具体的には3つの取り組みをしてます。人工林、糸島もですね、大半の森が、この南側にある森、大半が人工林なんですけど、それを間伐していくことで天然林に戻していくという活動、具体的には皮むき間伐という方法を使って、取り戻していく森が18,000平米あるのと、耕作放棄地としての、特にその果樹園だったりとか、そういうかつて森だったところを農地に変えて、そこが手が入らなくなって耕作放棄地になっているようなところを森に戻しながら食べられる森づくり、人だけではなくて獣たちや虫にとっても食べられる森にしていこうとしている取り組みが12,000平米ほどあります。それはこの中ほどに点を打っているところ、赤い点を打っているところと、この干潟のすぐ近くにあるこの2箇所が食べられる森づくりで、一方でかろうじて残っている天然林が売りに出ていて、それをナショナルトラストといいますか、共同購入という形でみんなで購入して、そこを残していこうというような取り組みも、それがこの辺りなんですけど、しております。はい。で、ちょっと具体的に写真なども通して、皮むき間伐についてなんですが、これご存知の方がおられるかもしれないですが、こういう感じで、杉ヒノキが人工林が増えて間伐されてない状況が今全国でたくさんあるんですが、それをこういうチェーンソーを使わずにですね、皮を剥くだけで間伐してしまうという方法で、それによって一番いい利点は誰でも参加できるという森の中に入ってみんなで手入れがしていけて、で、これは、皮を剥くとですね、もう上の枝がその時から落ちていくので、光が入って、で、地面に、土に光が当たることで他の植生がこんな感じで、これ剥く前までは下は本当に抹茶色で何も生えてないような森だったんですけど、これ剥いて5年ぐらいした状態なんですが、いろんな植生が生えていくっていう効果があります。で、さらに、皮を剥いた後にですね、1、2年ぐらいして、軽くなってから、水分が抜けてから切り出すということで活用につなげていて、で今森の手入れがされてない、人工林の手入れがされてないのは、木材が重いので、切り出して持ってくるのにコストがかかって、それで採算が合わなくて、今、もう大半を輸入に頼っている状況なんですけど、重いから人手が必要になったり、林道や重機や車、トラックが必要になったりっていうのが、それでコストが合わないっていうことなんですけど、これを天然乾燥させて軽くしてしまうと、コストが下げられるんですね。林道も必要ないし、重機も必要なくて、軽トラ1台あれば下ろしていけるというような、そういう形で自分たちで活用にもできるし、それを場合によって販売することもできるという形で、さらに販売というところで言うと、これを意味を理解して使ってくれるっていう方を増やすっていう活動もしています。で、今、
その間伐するときに、立派な太い健康な木は残して、それをさらに太らせるようにして、曲がってたりとか、細かったりとか、そういうものを皮を剥いて間伐するんですけど、そういうものも、全然活用はできる、見た目が少し悪かったりとか、それぐらいの話なので、そういうものを、右の写真は福岡市の、保育園、企業指導型保育園で使ってもらってたり、左は唐津市のオーガニックコスメの工場で使ってもらってたりするんですけど、こういうことを、ワークショップを通じて理解してくれた人が、よりそこに付加価値を、物語を感じて使ってくれるという、そういう間伐材を利用する人を増やすということも重要な取り組みとして、そういう形でいろんな啓発的にイベントに出て伝えたりとか、ベンチを作って駅前とか商店街に置いたりとか、小物を作って販売したりとか、僕たちも染め物ですね、杉の皮から染め物をして、それを蜜ろうラップにしたりとか、そういうこともしてます。でもう一つ、耕作放棄地の食べられる森づくりに関しては、ちょっとこの辺は割愛して、耕作放棄地もですね、今、みかんがたくさん植わっているみかん山があって、そこがもう5年放置されて、なので無農薬でみかんがたくさんなっているんですね。なので、それを活用していくというのが一つなんですけど、でもここも、みかんばかり植わられているので、生物多様性という意味では、低くてですね、ミツバチにとっても、みかんの花って一時期しか咲かないので、それ以外の時には花が咲かないし、土にとっても一時期に収穫の時期が重なるので負担が大きくなってしまうということから、こういうの放棄地を、みかんも使いながら少しずつ剪定をしていって収量を減らしていって、むしろ他の植生がどんどん生えていくのを手助けしていくというか、草も残しながら自生していく栗やビワや梅などが生えてきているので、そういうものを残したり、あと人間が食べるものだけではなくて花が咲くような植物を残したりとか、そんな形でこういう場所を、獣たちと人間がお互いに共存し合う場所として残していくことで、今里にどんどん降りてきている生き物たち、獣たちは本来なら人が怖いから来たくないけども、それでもなんていうか自分たちの安全な、その奥山が安全なテリトリーだとしたら、やっぱりそこから冒険して手に入れようとしていくんですよね。で、そこに、こういう里山が人間が入らなくなったら、そこは安全なゾーンになって、里がその冒険するゾーンとして入り合う場所になるんですけど、この人間がちゃんと森に戻って、こういう里山をちゃんと人の存在感を示していくことで、こういう場所がお互いの入れ合う場所になるという、それによって結果的に里の農業も守られるということにつながると思っているので、むしろこういう里山はもう食べてくれていいっていう前提で猿が食べに来たりとかイノシシが食べに来たりしてるんですけど、もうむしろ食べてくれ、ここなら食べていい、その代わり僕らも取るから、そこはなんだろう、取り合いというか入り合いというか、そういう場所だよという意識でやっていたりします。はい。ここもちょっと飛ばして、で、そういうものをいろんな商品開発をしたりとかもしているんですが、あとそうナショナルトラスト、今日午前中ですね、鴨川の林芳樹さんの取り組みでも共同の所有の概念を変えようっていう、そこも本当僕たちも同じことを考えていて、やっぱり今森は誰かのものになっていて、そこの人が買ったら、ある意味どう使おうとその持ち主次第みたいなところがあるんですけど、やっぱりそれを誰のものでもない森に取り戻していきたいという思いで、そのためにまずみんなで購入して、でゆくゆくそれを実際に法的にもナショナルトラスト化をしていくことで誰のものでもないっていう形にしていけるんですけど、こういう場所を増やしていきたいと思っていて、特に糸島では天然林がほとんどない中で売りに出ていたので、もうこういう場所を残していこうという水源になるような場所を残していきながら、それでもこういう天然林も周りが杉ヒノキの森ばかりだと、やっぱりそこからの悪影響が実は天然林の中にも出てきていて、他の隣でたくさん茂っている青木がこっちにも影響してきたりとか、あと
一部その道路を作ったりとかで水の道が変わってちょっと崩れていったりとか、そういうところをしがらみ作って直したりとか、一部の青木とかがばかりが生えてしまっているようなところは買っていったりとか、そういうこともしながら残していこうとしている感じです。で、逆にこの周りにある人工林を皮むき間伐するというような形で取り戻していく活動もしています。はい。で、あと地域通貨の取り組みをしているんですけど、これはちょっと今回飛ばさせていただいて、で、そんな形でですね、森の多様な価値といいますか、すいません、ちょっと言っちゃった。いろんな森の価値があるんですけど、それを、森の再生を通して、森が元気になると土や微生物や植物が元気になって、水や川や海が元気になり、里や田畑、食べ物が元気になって、人も文化も心も元気になっていくと、そういう取り組みをしています。で、さっきの森が持つ多様な価値っていうものを形にしていく。ただその木材を取れるとか食べ物が取れるっていうのが森の価値ではなくて、森が生み出すさまざまな落ち着く効果を持っていたりとか、いろんなことを教えてくれる存在であったり、ただ行くだけで癒されるっていうことであったり、そういうものを形にしていくことで森に関わる人を増やしていくということが重要かなと思ってます。で、その森の再生は僕らの再生というのがテーマにしてるんですけど、その森にさまざまな問題が今ありますよって最初に伝えたんですけど、それは全部人間が引き起こしている問題で、なので森を再生するっていうのは森と共に生きる暮らしを再生したり、森を生業として成立させるためのコミュニティを再生したり、森と共に生きてきた精神性を再生させる、すなわち僕たちが再生されるっていうことだと思っていて、でそれを再生していくためにどこで再生するかってその本とか読んでも無理で、やっぱり森との関わり、森の再生するという取り組みを通して自分たち自身が再生されていくということかなと思っています。でそれがその問題だから手に入れるっていうよりも、本当に森に関わるとすごく幸せというか喜びがあったりするんですね。なのでやっぱりそこのそれが幸せだからしているということが何よりも大事なことかなと、逆にその幸せを取り戻してくれる存在なのかなと思ってます。でこれ最後なんですけど、ローカリゼーションとは森になることではないかというのが僕の今感じているところで、その森というのがさっきのその命が豊かになろうとする循環システムだとしたら、森になるっていうのはそのシステムの一部になることだと思っていて、1000年かけて循環していくようなその一部になっていくっていう。でそこからやっぱり今外れてしまっているその循環の中から人類が外れてしまっている、その人類を僕は森が呼んでいるのではないかと最近感じてるんですね。でそれは、森が手助けが必要で呼んでいるっていうことではなく、人類を幸せにするために呼んでるんじゃないかと、ちょっと話が飛躍してるかもしれないんですが、最近僕はそのように思っていて、で木ってですね、人間が落ち着くようなフィトンチッドっていう物質を出して、でそれは虫は嫌がる成分なんですけど、でも森はですね、人間はもうパートナーとして認めてくれていて、むしろ一緒に豊かになっていこうとしているんですけど、そこにむしろ入らなくなってしまっているのが今の人間で、やっぱりそこに戻っていくっていうことが幸せの道なんじゃないかなと思ってます。で最後にスターナビゲーションと書いたのは北レア号っていうハワイの船があって、でそのスターナビゲーションっていう伝統の航海術で星を見て渡る方法があるんですけど、その方法の一番の肝は暗い夜で曇りの日に星が見えない時に海の中でどう渡っていくかっていう、それはもう自分の中に星を見る力を磨くっていうことなんですけど、やっぱりそういうその森と関わることを通じて、そういうもうこれからの、ね、先の見えない時代の中でこうやって生きていくんだっていう、これが幸せなんだっていうことを、確信を持って生きていくような、そういう力を磨いていくっていうことが森の民というか
先住民的な暮らし方というか、そういう目に見えないものをしっかり大事にしながら生きていくということがこれから大事なのかなと思っています。はい、ちょっと長くなったかな。はい、以上です。ありがとうございました。では、皆さんからももし質問などあれば書き込みしていただけたら紹介もしたいと思うんですが、最初に藤岡さんと天野さんにも入っていただいて、これ3人で話すっていう形ができるかな。これでできるのかな。藤岡さんはどこかな。はい、これで3人が今見えてる感じかと思います。はい。先ほどはありがとうございました。3社それぞれ共通するところがあったり、それぞれ独自なところがあったりしたなと思いながら聞いてたんですけど、なんかそのコミュニティ作りっていうところでですね、なんか少し聞きたいなと思ったんですよ。なんかその、なんだろう、仲間をどうやって募っていくかっていうことだったり、世代を超えたつながりっていうところだったり、藤岡さんはね、子どもたちとの関わりっていうところを大事にされてるかなと思うんですけど、そういうなんかこれからのね、今回のローカリゼーションデーのテーマもそうだと思うんですけど、なんかこれまでそれに関心があった人たちで集まっていたものを、なんかよりメジャー化していくというか、社会の主流化していくっていうことがこれからのテーマなのかなと思っていて、でそこにどうこれからそのためにはまず取り組んでいる人たちが横でつながって面にしていくっていうことが大事だとは思うんですけど、各地域の中でそれを主流化していくっていうところが重要かなと思っていて、なんかそのあたりのこういう工夫をしてますとか、こういう課題を持ってますとか、そんなところが一つ聞けたら嬉しいなと思うんですけど、いかがですかね。どちらからでもいいんですけど、どうですか。天野さんお願いします。はい。私はもう基本的にははい、お茶会を中心にコミュニティ作りをやっていて、森のお茶会というのを提案をしていて、はい、で森っていうのがですね、その人の捉え方がサイズ感がいろいろあるので、例えばもうとても広大な白神山地みたいなそんな大きな森を考える人もいれば、公園にあるような小さな森、木が集まったものを森って考える人もいるんですけど、自分もどんぐりがやっぱ面白いなと思って教えてくださったどんぐりの先生がいるんですけど、世界のどんぐり公園っていうのを作っている方がいたんですけど、もうちょっと亡くなられてしまって、その方が言われてたんですけど、異なる木が3本集まればですね、基本的にはその中から森の様相、森の中で起こり得る関係性の、ちょっと具現化して見えるものみたいなのが始まるので、基本的には3本の異なる木が集まって寄っていれば、それはもう森のパッチワークの一部だとして捉えていいっていうふうに言われたのをすごい励みにしていて、でそこの3本の異なる木が集まれば森っていうふうにお話をしていて、でそういう木があればですね、その木陰でお茶でもやりましょうかとかいう形で進めています。でとにかく種を集めて巻いてみようというのをすごい促しているので、その辺をですね促すためにもやっぱりお茶会をしながら、場を作りながらやろうと。でちょっとリモートでやったりとか、リアルがなかなかもう少し時間かかりそうなので、リモートでしたり、あとはちょっと訪ねた時に少しだけそういう場を作って少人数で楽しむ場をやったりっていうところから今スタートしているところですかね。ありがとうございます。お茶会に聞いていいですか？お茶会に参加するのは、なんかそういう地域の人なんですか？それとも天野さんのお茶を遠くから買ってくれてるような人なんですか？地域の方もいらっしゃいますし、結構遠くの方もいらっしゃいますし、
森と種のお茶の活動をですね、具体的に始めたのが去年ぐらいからなので、それまでは森のことは3年ぐらい前から言ってたんですけど、その中でやりますよ、やりますよって言って、あとは自分も農業を、もう26年ぐらい水俣でずっとやってきたので、その中での交流、つながりがある方にはですね、ちょっとこちらから積極的に訪ねていってさせてくださいみたいなのもやったりしてるところです。なんかお茶会って絶妙な距離感っていうか、お客さんでもない、なんか買ってくれるお客さんでもないし、一緒にね、なんかお茶を飲みたい関係ってね、すごいなんかお茶を主役にするというよりも、その場にあるみんなが大事にしたいものを囲んで、それをめでながら楽しむみたいなので、例えばそこにお茶であれば古い古木があれば、古い古木を囲んでお茶をしようとか、地域にとって大事な木があれば、その木を囲んで、お茶でもしようかとか、なんか野良仕事の後にこうおじいちゃんおばあちゃんたちが木陰に入って、ちょっと一休憩してるような、なんかああいう感じのお茶会ですね、感じとしては。さっきここ最近になってその森に関心を持つ人が増えてこられているのを感じているとおっしゃっていたかと思うんですけど、今最近その取り組み始められて、そういう実感ってなんか増えていってるなっていうのはありますか？やっぱり森って非常に複雑で、関係性も何万何十万っていう関係性があるので、ざっくり見せればわからないけれど、伝わる部分はやっぱ切り取ってご紹介していく。で、例えば木に抱きつくだけでもいいし、思い切って、森の中に入っていって何かを採集するでもいいし、やり方がいっぱいあるので、車椅子の方だったら車椅子の方が入るんだったらどういう森の関係ができるかなとか、例えば森の様子を持ってきて、それをみんなで種を分けたりとか、森に預かったものをまた返すとか、なんかそういう関係でいろいろ作れるので、なんか本当にやっぱり今いろんな立場の人がやっぱ活躍する場面をどう作ろうかって考えたときに、農業とかある程度確立した今までの業態じゃやっぱり限界があるというか、入りきれない人がどうしても出てくる仕組みになっているので、ってなると人はもう縄文の頃からずっと森と暮らしてきたので、その頃から例えばなんかちょっとハンデを持った人がいなかったわけじゃないでしょうし、その方たちも森の一員としてですね、暮らしてきたし、場があったっていう、なんかそこら辺を見ていくと、新しい形の、再編集しながら、森といろんなポジションの人が入る場みたいなのを、一緒に考えていくにはとても面白いなと。で自然に詳しい人もいれば、全く森とか自然と触れたこともありませんとか、生き物を直接リアルで触ったことがないとか、そういう人も逆に今までにない捉え方とか発想ができるので、どんどんそういった方たちも一緒に触れていきたいなっていうのが、持ってるところですね。ありがとうございます。藤岡美さんはどうですか？そうですね。なんか森って普通暮らしの中であんまりもともと私は入らなくて、でもなんか南米とかの人は本当なんか暮らしの中で染料を探したりとか、いろんな木が植わって暮らしに必要だから暮らしとつながってるから入ってて、でもなんか九州に来た時は本当に暮らしとあんまりみかんのこととかうちの旦那が学んでたから行ったけど、それで行くとなんかすっごいいい薬草とかなんかいろんな山菜とかが取れるっていうのを知れるから面白かったけど、普通の人は入らなくて、だからやっぱり私たちはきっかけはやっぱ子育てを一緒にやるコミュニティっていうのが、やっぱコミュニティっていうのがあることで、子供たちをみんな向き合うために、なんか船を作ったりとか、そのハンドプレーンを作ったりとか、そういうきっかけにして森にみんなでちょっと入って、で、その表紙に、ここに粘土があるんだって知って、陶芸家の子が、それで陶芸作ってみたりとか、この粘土苗作るのにいいねってなって、みんなちょっと取りに行ったりとか、あとなんかよもぎとかもあるねってなったりとか、なんかそんな感じで、やっぱそうですね。でも、その二人はもうなんか、
私結構本当字がないプレゼンだなってすごい思ったけど、2人はちょっとすごい計画して、この生命地域の中でここをこうしたらっていうのを考えてやっていくと、それって本当コミュニティ規模だから、一緒にその取り組む人っていうのはどういう感じなんですか？うちは本当にさ、なんか閉じた場だから、すごい、みんな子育てコミュニティみたいなのがもともとあって、いろんなこと一緒にやりやすいんですけど、どうやって藤井くんとかはどうやって誘ってる？僕はね、最初は、やっぱりね、そういう自然環境が、なんだろう、まあ、環境ボランティアみたいな活動をしたいっていう人、やっぱりちょっとそれが好きっていう人、っていう人たちで活動してきたようなところがあって、まあ、それでまあ、伝えるっていう作業はするけど、実際に森に入るのはそういう人たちでやるっていうのが結構長かったんですよね。でもこう最近さっきちょっと割愛した地域通貨の取り組みをしたっていうのも、それを広げるための主流化にするための仕組みで、それをしたことで、なんかこれまでなんか古民家活用してたグループとか、森の幼稚園というか、なんだろう、いろんなさまざまな取り組みをしていた、自然農をやってた人たちとか、そういういろんなコミュニティがね、点在していた中で、それをこう地域通貨で回すことで、実際に森に入ったら地域通貨もらえますよっていうので、それで来ましたみたいな、そういうことがちょっとずつ起きていたりもして、なんかそういうなんかそういう意味で僕も最近は森への関心が高まるというか、ある意味ね、今言ってくれたようにわざわざ行かないといけない場所なんですよね。特に糸島はもう南の方に固まってるので、人が住むスペースではなくて、わざわざ入らないといけないような場所なんですけど、やっぱそこのなんだろう、わざわざ行こうという人が今ちょっとずつ増えてきてるっていうのは感じていて、なんかそういうなので僕はどちらかというとわざわざ連れていくっていうことをしている活動ではあるんですけどね。はい。そんな感じです。はい。天野さんはどうですか？なんかこう、やっぱり森の入り方はもう多様なので、もうすでにこの三者三様の森の関わり方があるように、なんか私もなんか水俣の森が最高で、水俣の森しかありませんみたいなことは言わないんですよね。なんか訪ねてこられた方は、まあ、できるだけいろんな取り組みを見てもらって、よく宮崎は本当によく行くんですけど、串間の方もよく行くしですね、馬を見に行ったりとかよくするんですけど、三崎ですか？はい、行きます、行きます。三崎馬見に行きますよ。やってください、近くで。はい、行きます。で、あと、綾町の森とか、あと、椎葉村とかですね。まあ、私はほら、どっちかというと暮らしの条件が南部九州寄りなので、鹿児島、宮崎の方がなんかこう、生活文化とかですね、暮らしが近いので行くんですけど、藤本さんのところも一回行ってお話伺いましたけど、やっぱり森はやっぱそこのやっぱりやる人の関わり方が多様で面白いなって改めて思って、答えなんかないし、でやっぱりいろんなところに行って、いろんなところを見て、なんか面白いなっていうことでスイッチ入ってから始めれば十分だなと思いながら、またやっぱこうやっていろんな森と関わる人たちが出会う場面みたいなのを、まあ、ちょっとずつこう頻度を上げていくっていうのがとても大事かなと思って、それはすごい思ってますね。そうですね。はい。なんか、ある意味僕も今、5カ所ぐらいの森を管理してたりするんですけど、やっぱりそこの森自体が、なんだろう、に必要なものって変わってくるので、活動の内容もその森に応じて変わってくるっていうところがあって、でもなんか僕も人工林の今、荒廃森林と呼ばれているような森もすごく、なんだろう、大事な山というか、すごくね、入ったら本当にいろんなことを感じるし、ね、もう問題とされている森が実は本当にもう命の塊だったり、もう宝そのものだったりするっていうことだと思ってて、やっぱりその土地に生えているっていうそのことだけで価値があるなっていうのはすごく、はい、僕も感じてて、でだからこそ横でつながることの大事さっていうのもあるのかなと思うんですね。
今ね、さまざまなローカリゼーションの取り組みしてたり、森づくりしてる人たちが横で、九州だけでもそうだし、全国も含めて、ね、お互いに情報交換したりするっていう、そういう取り組みがもっともっと深まっていったらいいなとは思っていて、はい。そうですね。今、藤岡亜美さんと怠け者クラブでですね、ビーザフォレストミーティングっていうのを毎月やってまして、そこでは全国の森づくりをされている方にゲストで来てもらって、この間、綾の幸田浩平さんたちにも出てもらったんですけど、はい。なんかそんな形で、どんどんね、今、なんだろう、横でつながるっていうか、面にしていくっていう取り組みが、もっともっと広がっていったらいいなと、はい、思ってます。参加者の方で何か質問があったりとかあればご指いただけたらと思うんですけど、特にないですかね。発言をしていただいてもいいんですけどね。外してもらって。外せないのかな、本当は。いいのかな。はい。藤岡亜美さんはその子どもたちとのつながりっていうところにすごく力を入れられてると思うんですけど、やっぱりそこの僕もその森づくりってやっぱり本当に自分の世代だけでは絶対終わらない話なので、杉ヒノキの間伐の森でも100年はかかると思っていて、で、ね、天然林にしていこうと思ったら1000年もかかるような、1000年かかるというより1000年続く活動だと思っていて、でその時にやっぱり自分だけでは終わらないというか、自分も本当にただ一時期関わるだけで次にどうつないでいくかっていうところが重要だなと思っていて、そう考えると子どもたちと子どもたちに何を残せるかとか、どういうことを伝えれるかっていうところが大事なのかなと思ってるんですけど、なんかその今の子どもたちへの思いというか、取り組みの状況とか、はい、よかったら。なんかね、うちの隣のおばあちゃんが、今ちょっとどっかの施設に行ってしまったんですけど、なんか、いろいろツワブキの取り方とか、貝の取り方とか、あと、柿の取り方とか、いろんな柿の加工の仕方とか、いろんなことを教えてくれてて、そのおばあちゃんが、海に一緒に行った時に、なんか森が、なんか、もっといろんな木がいっぱいあった時は、海は七色だったんだよって言ってたんですよ。で、それ、なんかやっぱうちの近くの海すっごいいい波が立つし、子供たちも大好きだし、でもすっごい透明で、あんまりなんかなんて言うんですか、有機物がないんですよね、本当に。さっき天野さんが水俣の海がというの言ってたけど、だからなんか、本当に森がもっとなんか杉山ばっかりじゃなくて、すごい豊かになるってことを考えたら、今、私たちの同世代の男の子は結構もう普通に林業で働いて、杉を切り出すっていう仕事をしてるじゃないですか。で、それが本当にいろんな木々になってっていうのを子供たちがなんかいいなって思うかどうかっていうのもまずあるし、それを目指したいなって思うかどうかとかもあるし、遊びの中でそういう森が気持ちいいなって思うかどうかっていうのもあるし、どういうふうに暮らしていきたいっていう彼らが持つビジョンとか、それにも関わってくるけど、多分結構時間がかかることだから、だからなんか今一緒に森に入って、で、なんかでもね、すごいやっぱみんな地域の自然ですごい遊んでるから、なんだろう、本当に、ずっと朝めっちゃ早くから釣りに行って、行ったりとか、山のところ方で遊んだりとか、川で遊んだりとか、で、なんか見たこともないようないろんな魚とか取ってきたりとか、まあ、季節によっていろんな木の実とか取ってきたりとかしてるから、なんかこのままなんか、一回外に出たとしても、なんかこの地域で、なんかこういうふうにこの地域を守っていきたいなって思う子たちの何人かが残って、それで自分たちでそういうことを何かうまく仕組みにしたり表現したりしながら暮らしていける基盤っていうのが地域に
なんかできてきたらいいなっていうのはすごく思っていて、だからそのためのなんかモデルになる大人をいっぱいなんか呼んだりとかはしていて、でなんか釣りの先生とかそのホースセラピーの人とかもそうだけど、なんかいろんな映画を作ってるアーティストの人とかと一緒に森に入って、この前はね、セバン鈴木のね、甥っ子と姪っ子でね、すごい環境に関する山のスノーボードの映画とかを作ってる緑とタモっていう子たちが来て、子供たちとずっとコロナの期間、学校が休みだった時一緒に遊んでくれて、その自分が作ってる先住民の鮭のカナダの川を守る人たちの映画を子供たちに見せて、で森にも一緒に入って森の中で目隠しをして、で自分たちでねいろんなものを触るんですよ。でこの今触った葉っぱとか木の実がどれだったかっていうのを当てたりとか、なんかそういう中からいろんなものづくりをする子とかアーティストとかなんかもね生まれていったらいいなって思って、みんな感性はすごい豊かだから、って思います。はい。そうですよね。僕もやっぱり糸島の周りの子供たちも本当に小さい時から森の中で遊んでるような環境で、なんか本当にある意味羨ましいというか頼もしいというか、なんかこれからの時代に必要なのってそれだけでいいんじゃないかぐらいに思っていて、森の中で要するに食べれるものを自分で見つけられたり、そこから何か生み出せたりするっていう、そういう創造性も含めて、なんか本当に大事なことは森に行くだけで学んでるなっていうのを、実際そういう大山の学校ってもう森の中で遊ぶっていうことをテーマにした学校も実際にあったりして、なんか特別なカリキュラムはいらないなっていうふうに感じてもいて、むしろ川向きとかも一緒にやってましたよね、子供たちとね。あとなんかうちの地域はすんごい本当に隠れ里だから、もうなんかいろんな経済とかを諦めた大人っていうかなんかもうぶっ飛んでる大人がいっぱいいるから、そのものづくりができる人がすごいいるんですよ。でだから木工ですごいかっこいい椅子とかを作れる、地域の木で作れる子とか、その陶芸家の子とか、なんかそういうことをやってる大人が周りにいるっていうことも一つ、なんか森とのつながりとか子供のなんかね、大事だなって思います。ちょっとコメントとか、そうですね、ありがとうございます。KN さんからですね、食べられる森、里山が動物との干渉地になるのはいい考えですね。人の住む地域での食害は減っていますでしょうかと質問が出てたんですけど、まだですね、やっぱりそこまでには至ってないんですよね。その具体的に目に見えて、里への影響が減ってるっていうところはないんですけど、なんか僕としては、まずそういう姿勢を見せるというか、獣たちになんですけどね、今もう本当に糸島も主流はたくさん獣害と呼ばれているので、捕獲して、捕獲するという形が、対策として言われているところで、それそのものは否定はしないんですけど、やっぱりそこだけでは絶対解決しないと思っていて、やっぱりそういうそうじゃない共存できる道っていうのもやっぱり示していく必要があると思うし、それをいいと思った人が真似していってもらうことで、僕がやれる範囲なんて本当に限られてるんですけど、でも中には真似したいって今言ってくれてる人たちもいるので、目に見えて影響が出るのはだいぶ先かもしれないんですけど、まずはそういう姿勢を一つの表現としてというか、獣たちへの表現としてもしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ジビエ肉を食べるとかも、うちの近くの漁師さんが作った肉でソーセージとか作って、さっきのフェアトレードの森林農法のマーガオっていうスパイス入れて作ったりしてるんですけど、そういうなんかみんながパックのいろんな鶏とか牛とか買うんじゃなくて、近くの肉を漁師さんと買うつながりをローカルで作り直せたら、で、それを周りに止めたりとかできたらですよね。殺して処分するんじゃなくて、そこをちゃんと食べるっていうところまでつなげるっていうところも
重要な取り組みだと木の根っ思います。ことか食べてるから美味しい。ね、木の実とか食べてるから美味しいし。そうなんですよね。でも、なかなか食べるとこまでつながってない事例もあったりするので、実際やっぱりね、漁師さんたち結構いっぱい取るので、そこがで食べるところに回せるのは、周りに近くにいる人たちとか一部だったりしてたりもするので、やっぱりそこも課題かなと思って、はい、います。もう一つ、もうあと二つ。この九州森ローカリゼーションのお三方のネットワークは自然につながっている感じですか？それとも何かつながる仕組みがあるのでしょうか？今、海外在住で九州に移住を考えていましてとあるんですけど、天野さんはどうですか？やっぱりいろいろ周りにおられると思うんですけど。そうですね、うん私自身、動いて見つけるっていうのもありますけど、あとはなんか水俣がやっぱり水俣っていう一つの大きなテーマがあって、それでいらっしゃる方も多いしですね、私は農業だったんで、農に関するネットワークは個人的には多かったけれど、その他にも水俣で活躍するいろんな人がいるので、なんかそういうたちのつてで違う人と会って、でそれでまた、こういうことやってますって言ったら、またそういった方からご紹介いただいて、会いに行くといいですよとか、多分相性いいと思いますよとか言われて、出会ってる感じですかね。ありがとうございます。はい。海さんは何かありますか？感じていること。九州単位のつながりで感じていることとか。いや、でも、なんかこの怠け者クラブとか、この多分天野さんとか私、辻真一さんの紹介で、九州に来たのも、辻さんが宮崎ぐらいがいいんじゃんって言ってた。そうだからなんか怠け者クラブとかで結構九州の人いらっしゃるので、なんかね、そこでなんかうちらになんか何県に興味があって言ったら誰か紹介することできると思います。ですね。今、多分その目に見えて九州でこういうつながりがあるっていうのは起きてないんですけど、今、なんだろう、どんどん知り合っていって、僕も、福島原発事故の直前に来たんですけど、事故後にね、今日歌ってくれたピカレとか、首脳さんとかもそうだし、どんどん移住してきてる方も増えてきたりとか、そういう形で、横でつながろうっていう機運はどんどん起きてきているのかなとは思ってます。まだそれをね、なんか一元化してみたいなことはないんですけど、なんかそういうこともどんどんつながっていったらいいなと、個人的には思ってます。水俣の隣、綱木町の人たちが素晴らしいですっていうコメントもあるから、ちょっと調べてみたら。すごいですよ。すごいですよ、つなぎ町。つなぎ町。町で自然栽培やってるんですよね。そうなんですか。行政が進めていて、自然栽培やると、ね、肥料とか科学的なものはってなっちゃうので、地域の JA さんみたいなのと関係悪くなりますけど、ここは上手にやってるんですよ。JA さんも別に反対しないし、そういう取り組みはいいんじゃないかって言ってくださってるし、非常に行政の職員も頑張ってるし、地域の人もですね、暮らしの中でやってるので、自然栽培。すごい面白いところです。面白そうです。面白いです。ありがとうございます。僕もちょっと知らなかったので、はい、調べてみたいと思います。あと、藤岡さんに、我が家も馬を飼いたいんですけど、逃げ出したり、大変なことなどありませんかと出てますが、どうですか？馬は逃げても犬とかと違って本当にいなくなっちゃうとかなくて、なんかちょっと柵が開いてて逃げてても、その辺に大体います。なんか草食べてて平和に。で、友達が、ちょっと俺の畑になんか、しまちゃんがいるけどって言って電話してくれたり、こんな感じです。でも、大変は大変っていうか、うちは放牧、頼田さんっていうホーステラピーの人の、その馬との関係を、本当に自然に作るっていう、先生に習ってて、で、放牧っていう、農地に、自分たちの山と、田んぼの間の農地のところで、島のスペースに行くのと、うちの中で飼うの、そのバランスを1週間1週間ってやるのがいいみたい。その野生に行くのと、ちゃんとするのとっていうので、リズムを作らなきゃいけないんですけど、家にいるときは毎日めっちゃなんていうんですか、走らせる。フリーランって言って、ちょっと気の出し入れ、人間が気の出し入れをしながら、馬を運動させて走らせるっていうこと、それはすっごい人間にとってもすごくいいんですけど、そういうなんかこと運動はさせないといけないっていうのがある。でもすごい面白い、群れで生きる動物だから、
なんかいろんな面白いことが、馬がいることで、人にとっても、すごいと思います。コミュニティにとっても。なんかコミュニティで飼うみたいな感じなんですか？なんか出かけたりした時とかのこととか。そうですね。友達に頼んだりとか、その放牧してる時は餌と水を置いておけば大丈夫なんですけど、島は与那国馬なので、与那国って山に馬が行って戻ってきてっていう感じなので大丈夫なんですけど、そうですね。でコミュニティでみんなでバッパを作って、で、乗り方とかも教えてもらってっていう形で迎え入れるっていう感じなので、コミュニティの中に馬が来るっていうことで、いろいろできるつながりとかも面白かったです。はい。ありがとうございます。はい。僕もすごく興味はあります。飼うことには。ありがとうございます。これで紹介できたかな。はい。はい。ありがとうございます。あとですね、6分で戻る感じになってしまいましたので、すみません。はい。残り6分半なので、最後にお一方からですね、一方ずつですね、最後に伝えたいことだったりとか、もし何かこういうことをこれから考えてますみたいなところもあったら、そういうことも含めてお話しいただけたらなと思うんですけど、先に亜美さんからどうでしょうか。はい。そうですね。なんか私、もともとエクアドルの森の人たちにすごい憧れてたのがあって、で、まあそこは本当に鉱山開発で今すごく厳しい局面を迎えていて、でそうなった時に、なんか結構優位っていうか、その村の人たちでみんなの家をそれぞれ回って農作業を手伝い合ったりとか、あとなんか食べ物をお裾分けしたりとか、そういう、あと、ね、週末にバレーボールをみんなで男は上半身裸でやるみたいな、なんか変な集まりとかあったりとか、楽しい集まりがあったりとかしたけど、なんかそういうことがなくなっちゃってるのがすごいあって、今、その鉱山開発のどんどん進んでいってる中で。だから、なんか私は、なんかこの地域で、もちろん森に寄り添ったりとか、海に寄り添ったりとか、自給率を上げたりとかしていきたいと思うけど、なんかみんなでなんか自然の中で遊ぶ時間とか何かを作る時間とかがすごい重要なんだなっていうのを思って、そこをどんどんこれから取り戻していきたくて、そこからなんか次の世代に生まれることとか、なんか絶対になんかいい文化が生まれるんじゃないかなって思うので、そういうヒントが森の中とか海の中とかにあると思うので、はい。そういうことをやっていきたいので、もし一木に興味を持っていただいた方がいらっしゃったら、ぜひ、結構ね、友達でどんどん移住してきてるので、はい、有機農業やりたいとか、土から何かやりたいとか、山に入りたいとか、そういう人がどんどん来たら、すごくいい地域になるんじゃないかなと、今もいいと思うんですけど、思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、天野さん、お願いします。はい。どんぐりの粉を作ったんですけど、どんぐりのでんぷんで、どんぐりのでんぷんを椎葉村のおばあちゃんとか、綾の方とか、いろいろ教えてもらって、秋になったらどんぐりの粉を作りますので、ぜひどんぐり粉を作って、で、これ冷麺の元になるので、麺を作って一緒に食べたいと思います。韓国料理とかでよくあるやつ。そうそう、それです。ですよね。体に良さそう。うん、美味しいどんぐりを一緒に育てて、いい森を作りたいと思います。また森のお茶会をやっているので、もしお話があればどこでも行きますので、私は基本的にはお茶のハンティングで動いてたんですけど、古いお茶の木を日本中で探したいと思って、でそしたら北海道の小樽まで全部お茶の木が自生で植わってたので、日本中どこでもお茶の木があるのでどこでも行けますので、その時はぜひ声掛けください。また皆方にもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと僕からも一つというか二つなんですけど、紹介したいイベントがありまして、さっきも伝えさせていただいた、怠け者クラブでビーザフォレストミーティングというのを毎月1回
森の活動をしている方をゲストに呼んで開催してるんですが、今度6月22日に鎌田東司さんという宗教学者の方なんですけど、京都大学の名誉教授の方で、その方が今京都で京都三山の森づくり、北山、東山、西山、この3つの山をテーマに森づくりをしながら、そこに日本人の宗教性と森というのの関わりみたいなこともテーマにしたお話を聞かせてくださいますので、よかったら何かしらの形で出てくるかと思いますので、ちょっとここに何も載っけてないんですけど、参加いただけたらありがたいです。それとあと明日にですね、このローカリゼーションデーのイベントの関連企画という形で、エネルギー計画、気候危機だったり、これからのエネルギーの在り方みたいなことをテーマに、さまざまなゲストの方とのトークイベントも開催しますので、よければそちらもご参加いただけたらと思います。はい。そうですね。なんか今回、九州でというような形になったんですけど、よりこの九州内でのつながりもどんどんもっと深まっていったらいいなと私も思っていますので、これからもつながっていけたらなと、はい、思っています。はい、いいですかね。はい、そんな形でまた今後もつながっていけたら嬉しいです。はい、今日はありがとうございました。でははい、失礼します。多分もうすぐ飛ぶのかな。そうでもないか。あと1分あるんだ。あと1分ありました。すみません。ちょっと早かった。すみません。はい。何かありますかね。大丈夫かな。どんぐりの粉はどうやって食べるんですか？どんぐりの粉は、この状態にしとくとですね、もう何十年も腐らないので、で、ぬるま湯で溶いて、落花生豆腐みたいなやつとか、かしの実こんにゃくって言って食べたりとか、味もなんもないので、美味しく食べれます。保存食。気になります。今度作りに行きます。ぜひぜひ、お願いします。はい。なんか、いろんなコメントがくださって、はい、ありがとうございます。そうですね。6月22日は火曜日ですね。はい、すみません。火曜日でした。6月22日。はい、それで、そうですね。もうすぐだな。最後にみんなで顔出しをしませんか？結構。可能ならたら、可能ですかね。ね、もし大丈夫な人いたら。ありがとうございます。嬉しい、なんか。顔が見えると嬉しい。別になんかそうですね。はい。今日はご参加いただいてありがとうございました。はい。ありがとうございます。